皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリの物理キー対応について説明するのだ。この動画では画面の順番で説明をしていきますね。チャプターが切ってあるので興味のあるところまで飛ばしていただければ幸いなのだ。行きましょう。まず物理キーとは具体的には何のことを指すのかしら。スマートフォンやタブレットに接続された USB キーボードや Bluetooth キーボードのことを指すよ。端末によってはペンキーがついているタイプもあったり、テレビに接続するセットボックスの場合はリモコンだったりするかもしれないね。画面に表示されているボタンではなく、実際に押すことのできるキーやボタン全般を指すのね。本アプリではそれらからの入力を受けることができるんだ。さらにどの物理キーを押した時にどの計算機のボタンが押されたと判断するかも自由に設定ができるんだよ。なるほど。それならば大抵の端末に対応できそうね。出荷時には代表的な数字キーや演算子キーについて設定済みの状態になっているよ。イコールキーはエンターだね。逆に言うと最低限のキー以外は割り当て設定がされていないということよね。それはどうしてなのかしら。プログラムの出荷時に最初から設定しておけばいいじゃない。ちょっとテンキーの実例を見てほしいんだけれど、市販されているテンキーは数字や代表的な演算子以外皆それぞれオリジナルなキー配置でしょ。ああ、これはみんなバラバラね。お使いになっている皆さんの物理キーボードがどのような配置になっているかは事前には判断できそうもないのね。このため皆さんのお手元でお使いの物理キーに合わせて割り当て設定を行ってほしいのだ。今表示している画面は物理キーを使った入力の実例ね。今回一番シンプルな Bluetooth テンキーを使ってみているよ。3COINS で1100円で売っていた話題のモデルね。安価だけれど十分普通の電卓のような速度で素早く入力できているようね。このように計算の入力ができるほか、メニューを出したり計算機セットを切り替える操作もできるのだ。なるほどなるほど。そうなるとペンキーだけではなくて他にも余分にキーがあるタイプのキーボードを用意するといろいろな機能を追加で割り当てることができそうね。そうだね。少なくとも AC、CA のようなクリアボタンもどこかに割り当てたいよね。ほとんどの物理キーに機能の割り当てができるけれど、多分次の2つのキーには電卓の機能を割り当てることはできないよ。あら、そんな特別なキーがあるのかしら。1つ目はナムロックキー。数字の入力とカーソルキーの入力を切り替えるキーだよね。アプリが切り替えを止める手段はないから、このキーに機能を割り当てるのはおすすめできないよ。ナムロックキーは入力キーの切り替えとして普通に使う方が良さそうね。2つ目はホームキー。ペンキーで言ったら7のところに相当するキーだね。ナムロックがオフの状態でこのキーを押すとホームキーとして扱われるんだけれど、Android では通常のホームボタンとして扱われるよ。つまりアプリから抜けてホーム画面に戻ってしまうということね。これではホームキーへのキー割り当ては無理ね。物理キーの設定は設定画面のハードウェアキー、タブで行うよ。この設定画面は見出しによって2つに分かれているよ。設定内容は同じものだけれど、この2つの見出しはどのような切り口で設定を見るのかによって分けているよ。まず左の見出しでは電卓のボタンを選んでからそこにどの物理キーを割り当てるのかを設定するよ。次に右の見出しでは物理キーを選んでから電卓のボタンの割り当てを設定することができるよ。繰り返しになるけどどちらの見出しから開始しても反対の見出しにも内容が反映されるのね。そうだね。設定の内容は共通だよ。では左の見出しの設定例を見てみようか。このリストでは電卓のボタン一覧が表示されるよ。リストの上部にある絞り込み条件を物理キー割り当て済みにすると、物理キーが設定されている電卓のボタンだけに絞り込むことができるよ。例えば電卓のイクオールボタンの設定を参照してみましょうか。このように電卓のイクオールボタンは物理キーのエンター、テンキー側のエンターが対応するように設定されているよ。なるほど。一つの電卓のボタンに対して複数の物理キーを割り当てることができるのね。この画面からさらに物理キーの割り当てを追加するには追加ボタンを謳歌するよ。すると
物理キーの入力待ちになるので、希望の物理キーを押すと画面に反映されるよ。この時押された物理キーが他の電卓ボタンにも割り当てられていた場合には、その旨のメッセージが表示されるのね。次に右の見出しの設定例を見てみようか。このリストでは物理キーのキーコードの一覧が表示されるよ。ここで物理キーを押すと対応するキーコードまでジャンプするね。例えば電キーの9を押してみようか。キーコードはナムパッド9までジャンプしたわね。例えばここでナムパッドエンターをタップしてみるよ。ここでは電キーのエンターはイクオールキーと9パネルによる計算機切り替えの確定に割り当てられることがわかるね。割り当てを追加するには追加ボタンを謳歌するのね。割り当ての方法は分かったわ。リストの上の方に表示されている標準設定というのは何なの？すべての計算機セットに対して使われるキー割り当てを標準設定としているよ。なので基本的には標準設定を利用するにしておいて、そこで割り当て設定を行うとどの計算機セットについても同じキー割り当てになるよ。特定の計算機セットの時に違う割り当てを使いたい時には標準設定を使うオフにすると、その計算機セットだけの独自のキー割り当てを使うことができるよ。なるほどね。どの計算機についても同じ割り当てを使うようにしておいても、特定の計算機だけキー割り当てを変えることができるのね。最後にこの画面の上の方に表示されている QR コードっぽいボタンについて説明するね。左側のボタンを押すとこのキー割り当て設定を QR コードとして表示することができるよ。 QR コードの中央にはキーボードのアイコンが表示されているよね。逆に右側のボタンを押すと QR コード読み取り画面が開くよ。なるほど。気に入ったキー割り当て設定が出来上がったら、それを QR コードにして保存しておいたり、他の人に伝えたりできるのね。この QR コードのボタンは計算機セット、テーマ、ボタン配置についても設けられているから、それぞれ QR コードで保存、読み取りできるよ。それぞれの QR コードの区別は中央のアイコンマークを参考にしてくださいね。ここでこのアプリでも多用している電卓のキー入力ロールオーバーについて説明するね。ほうほう、ロールオーバーって何なのかしら？簿記、会計用に向けたビジネス電卓に備わっている早打ちに対応できる機能だね。素早い入力でも取りこぼさないように、キーから指が離れていなくても次のキーを認識できるというものだよ。なるほど。電卓のカタログを見てみると高級機でそのようなアピールがなされているわね。2キーロールオーバー、3キーロールオーバーなどが挙げられているわ。そうだね。2キーロールオーバーは2つのキーまで同時押しされても認識できて、3キーの場合は3つまで認識できるね。国内の電卓では最大で3キーロールオーバーまで対応した機種があるようね。本アプリではロールオーバー数に上限を設けてはいないよ。ただほとんどの場合、接続しているキーボードの方の上限が先に来るね。例えば USB キーボードは通信の使用上6個までの同時押しキー情報を送ることができるはずだけれど、実際にはキーボードの側で3つくらいまでの同時押し検出が限界という例が多いよ。なるほどね。では3キーロールオーバーの場合、どのような動きをするのかしら？例えば9、5、1順に押し込んでみようか。1、5、9のように小さい順の時だけロールオーバーができる機種もあるから、テストにあたっては大きい数字の方から押し始めることをおすすめするよ。一見たくさんロールオーバーできるように見えても、入力の順番を変えると実は対応できていない機種もあるのね。そうそう、ついでに言うとロールオーバーできなかった時に何が入力されるのか機種によって異なるから、このアプリではそこまで再現できてはいないよ。ではまず9、5、1の順にキーを押しっぱなしにしてみるよ。この段階では最初の9が入力された状態になるのね。ここで9のキーを解放すると入力は95となるよ。続いて5のキーを解放すると951となるね。もしも2キーロールオーバーの機種で同じ入力を行った場合、どうなるのかしら？行ってみようか。9、5、1の順に押し込んだ状態で最初の9が入力されるのは一緒だけれど、
9のキーを解放すると5を飛ばして1が入力されて入力は91となるね。なるほどね。3つのキーまでは覚えていられないけれど、2つのキー入力ならば拾うことができるのね。一応本アプリではこのようなロールオーバーモードに加えて、キーを押した段階で解放を待たずに入力される即時入力モードも備えているよ。どちらの方が打ち間違いが少なくなるのかしら。それはちょっと好みによるとしか言えないよ。以上がこのアプリの物理キー対応の説明なのだ。このアプリに物理キーの点キーを組み合わせることで、まるで実物のようにスムーズな入力が行えるようになるのね。スマホの電卓アプリでもこれでしっかり実務に耐える環境が作れるようになると考えているよ。でもずんだもん、そこまでするなら点キーじゃなくて普通に電卓を買ってきた方が良くないかしら。ぐぬぬ、それは言いっこなしなのだ。私たちは電卓アプリでできることを精一杯実現していくしかないのだ。それではままたお会いしましょう。